こんにちは。今日は高校生の一日を朝から夜まで順番にご紹介します。朝、目が覚めたら、まず歯を磨きます。それから、身だしなみを整えます。朝ごはんは納豆とご飯です。簡単ですが、朝はしっかり食べるようにしています。少しのんびりしたくて、ついスマホを見ながら時間を過ごしてしまいます。だらだらしていたら、お母さんに早くしなさいと怒られてしまいました。慌てて鏡を見ながら髪や服を整えます。急いで出かける準備をします。教科書や筆箱をカバンに入れます。忘れ物がないか確認してから出かけます。駅に着いたら改札を通っていつもの電車に乗ります。学校へ向かう時間です。家を出るのが遅くなり遅刻しそうだったので駅まで走りました。学校にはギリギリで着きました。授業が始まる前の教室は静かです。少し緊張した空気が流れています。英語の授業では先生がわかりやすく説明してくれるのでとても助かります。大事だと思ったことは後で見返せるようにノートに丁寧に書いておきます。理科の実験では実際に手を動かしながら学べます。だからとても楽しいです。みんなの前で発表すると少し緊張します。でもいい勉強になると感じます。体育では空手の練習をします。体を動かすと気分もすっきりしてきます。授業が終わるとお昼休みになります。昼ご飯のサンドイッチを食べる時間です。休み時間には友達と一緒に座って話します。何気ない会話をするだけでも楽しい時間になります。その後、本を読みながら次の授業の内容を予習します。準備は大切だと思います。友達に会うと自然に会話が始まります。気づくとつい話し込んでしまいます。放課後はバスケットボールをします。しっかり体を動かすので体力も少しずつついてきます。練習の後はすぐに喉が渇きます。冷たい水を飲むと生き返る気がします。家に帰るとまずカバンを置いて制服を着替えます。その後手を洗って自分の部屋へ向かいます。お腹が空いているのでまず軽くおやつを食べます。すると少し落ち着きます。その後、机に向かって宿題や復習を進めます。少しずつでも続けることが大切です。宿題が終わった後はゲームをします。楽しい時間でいい気分転換にもなります。顔を洗うとそろそろ寝る時間だと感じます。少しずつ体も休む準備を始めます。夜はパソコンを使って音楽を作りながら過ごします。自分らしくいられる時間です。一日が終わってベッドを整えます。やっとゆっくり休める時間がやってきました。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。朝、目が覚めたらまず歯を磨きます。それから身だしなみを整えます。朝ごはんは納豆とご飯です。簡単ですが、朝はしっかり食べるようにしています。
少しのんびりしたくて、ついスマホを見ながら時間を過ごしてしまいます。だらだらしていたら、お母さんに早くしなさいと怒られてしまいました。慌てて鏡を見ながら髪や服を整えます。急いで出かける準備をします。教科書や筆箱をカバンに入れます。忘れ物がないか確認してから出かけます。駅に着いたら改札を通っていつもの電車に乗ります。学校へ向かう時間です。家を出るのが遅くなり、遅刻しそうだったので駅まで走りました。学校にはギリギリで着きました。授業が始まる前の教室は静かです。少し緊張した空気が流れています。英語の授業では先生がわかりやすく説明してくれるのでとても助かります。大事だと思ったことは後で見返せるようにノートに丁寧に書いておきます。理科の実験では実際に手を動かしながら学べます。だからとても楽しいです。みんなの前で発表すると少し緊張します。でもいい勉強になると感じます。体育では空手の練習をします。体を動かすと気分もすっきりしてきます。授業が終わるとお昼休みになります。昼ご飯のサンドイッチを食べる時間です。休み時間には友達と一緒に座って話します。何気ない会話をするだけでも楽しい時間になります。その後、本を読みながら次の授業の内容を予習します。準備は大切だと思います。友達に会うと自然に会話が始まります。気づくとつい話し込んでしまいます。放課後はバスケットボールをします。しっかり体を動かすので体力も少しずつついてきます。練習の後はすぐに喉が渇きます。冷たい水を飲むと生き返る気がします。家に帰るとまずカバンを置いて制服を着替えます。その後手を洗って自分の部屋へ向かいます。お腹が空いているのでまず軽くおやつを食べます。すると少し落ち着きます。その後、机に向かって宿題や復習を進めます。少しずつでも続けることが大切です。宿題が終わった後はゲームをします。楽しい時間でいい気分転換にもなります。顔を洗うとそろそろ寝る時間だと感じます。少しずつ体も休む準備を始めます。夜はパソコンを使って音楽を作りながら過ごします。自分らしくいられる時間です。一日が終わってベッドを整えます。やっとゆっくり休める時間がやってきました。